こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。このチャンネルでは優しい日本語で日本の昔話や世界の物語をお届けしています。今日のお話は自然とともに生きる島、ニュージーランドに伝わるお話です。大地と人のつながり、そして願いについて考えさせられる不思議なお話です。それではゆっくりお聞きください。マウイと大きな魚。第一章。僕の名前はマウイ。僕の名前はマウイ。神様の血を引いて生まれたけれど、この世に出たとき、誰にも愛されなかった。小さな葉にくるまれて、海に流された僕を見つけてくれたのは、年を取った二人だった。二人は本当の親じゃなかったけれど、僕のことを温かく育ててくれた。今でもあの日の海の光を僕は忘れない。寂しかったのに、なぜか怖くなかった。光が僕を優しく包んでくれていたから。兄さんたちは僕のことを弟と呼んでいたけれど、どこかで別の生き物だと思っているようだった。でも僕には一つの願いがあった。この世界にみんなが暮らせる場所を作りたい。そんな思いを胸に隠して、僕は一人で船に乗った。第二章。兄さんたちと海へ。その夜、海は静かだった。波の音は子供を寝かせる歌のように優しく響いていた。兄さんたちは月の下で道具を並べて船の準備をしていた。だからこっそり船の隅に隠れた。この海の先に何があるのか、それが知りたくてじっとしていられなかった。船が出たのは夜が明ける少し前。
空の端が少しだけ金色になってきた。兄さんたちはすぐに僕を見つけたけれど、もう船は岸から離れていた。邪魔になるなよ。そんなことを言われながら、僕は船の端に座って波の向こうにある世界を思い浮かべていた。その時、袋の中で握っていた釣り針が小さく光った気がした。マウイ、お前にはこの針がいる。母の声が波の音に混じって聞こえたような気がした。第3章、魔法の釣り針。その釣り針は黒くて鋭くて光っていた。魚の骨でできていると母さんは言っていた。これは海の底にいる大きな魚も引き上げられる力がある。僕は針にそっと願いを込めた。大地よ、僕たちの暮らす場所をどうか見つけさせて。兄さんたちは笑っていた。こんな深い海で何を釣るつもりなんだ。でも僕はまっすぐ糸を垂らした。風の音だけが静かな空を流れていた。その時、海の底からすごい力が伝わってきた。糸がピンと張り、船がギシッと音を立てた。兄さんたちは慌てて網をつかんだ。海がうなるような音を立てていた。第4章、大きな力と叫び声。糸を握る手がしびれていた。海全体が動いたような気がした。マウイ、離せ。船が沈んでしまうぞ。兄さんたちが叫んだけど、僕は目を閉じて、口を固く閉じたまま、糸を
話さなかった。光が海から昇ってきた。それは魚なんかじゃなかった。そこに現れたのは大地だった。海の中から島が上がってくる。森と川と命の気配を連れて。兄さんたちも言葉を失っていた。第5章。この島の始まり。柔らかな丘が海の上に現れていく。岩の隙間から草が伸び、遠くで鳥の声がした。これが僕たちの島だ。僕はまだ震える手で針を引き上げた。マウイ。初めて兄さんたちが僕の名前をまっすぐ呼んだ。嬉しかった。でも同時に胸の中が落ち着かなくなった。第6章。島が泣いた日。兄さんたちは島に降りていった。大きな岩を壊し、丘を削ろうとしていた。ここは俺たちの島だ。好きなように分ければいい。僕は止めた。やめて。この島はまだ目を覚ましたばかりなんだ。息をしているような音が聞こえるんだよ。でも、兄さんたちは僕の言葉を聞こうとしなかった。島の体はどんどん壊されていった。空が濁り、風が荒れ、海が悲しい声で泣き始めた。その時になって、兄さんたちはようやく手を止めた。でも、もう島は丸く優しい形を失い、ギザギザとした姿になってしまっていた。第7章。だからこれは僕の話。あの時僕が釣り上げた島はもっと優しくて美しかった。あの時の島とは違うけれど、今もこの場所には
光がある。人々が暮らし、森が生き、海が歌い、空が遠くまで広がっている。僕の名前はマウイ。神の血を引いて生まれた僕が一人の人間として願ったたった一つの場所。だからこれは僕の話。でもこれからはあなたたちの物語だ。今日のお話はいかがでしたか？ニュージーランドの伝説、マウイと大きな魚。大地が生まれた時のこと、そして私たちがその上でどう生きるか、そんなことをそっと語ってくれる物語でした。海の声、島の息遣い、それは今も風の中に残っているのかもしれません。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみジャパニーズチャンネルでした。おやすみなさい。いい夢を。